八帯国。昔、若狭の国に高橋権太夫という長者がいた。ある日、長者が一人海に出て船遊びをしていた時のこと。突然、暗雲が立ち込めたかと思うと、あっという間に嵐になり、長者の乗った小さな船は荒れ狂う海の大波に襲われた。上も下もわからないほどに揺れる小舟は、長者を黒くうねる海へ放り出そうとしたが、必死にしがみついた。どのくらいの時が過ぎたのか、嵐は過ぎ去り、穏やかな海が広がっていた。長者は生きていることに安堵したが、すぐに不安に陥った。大波に流されてしまった小舟は、大海原の真っ只中へ流されてしまっていた。小さな小舟はただ潮の流れに身を任せ、来る日も来る日も青色だけの世界を漂った。数日後、水平線の向こうに小さな島影を見つけた。長者は渾身の力を振り絞り、小舟を浜に漕ぎ寄せた。見ると真っ白な美しい砂浜で、この世のものとも思えぬ美女が盛んに長者を手招きしているのが見えた。ひどい飢えと渇きが幻を見せているのかと思ったが、藁にもすがる思いで美女の方へ近づいていった。美女は待ちかねていたように長者に言った。お待ちしておりました。さあさあ、主がお待ちです。どうぞこちらへ。美女はそう言って先に立つと、美しい御殿に案内した。御殿に入ると、主と美女たちのきらびやかな宴が開かれ、席に案内された長者の前にも、次々と珍しい料理が運ばれてきた。干からびた喉と空っぽの胃袋が悲鳴を上げていた長者は、遠慮なしに食べ始めた。どれもこれも美しく皿に盛られ、おいしかったが、その中に一つ、白くてぶよぶよした肉があった。よくよく見てみたが、魚の肉なのか、獣の肉なのか、どうしても何だかわからない。そこで失礼だとは思ったが、主に尋ねた。これは一体何の肉でしょうか。すると主は満面の笑みを浮かべ答えた。それは不老長寿の妙薬で、しかも大変美味な人魚の肉です。ぜひお召し上がりください。としきりに勧めてきた。しかし長者は気味が悪く、どうしても口に入れることができず、そっと皿の脇に押し合ってしまった。長者はそこで何日かの間、楽しい日々を過ごした。しかし、どんなに楽しくても、やはり
故郷が恋しくなり、主に故郷に帰りたいと申し出た。主は残念がったが、土産にと人魚の肉を重箱に入れて送り出してくれた。嵐の海に飲まれて死んだと思われていた長者が帰ってくると、家は大騒ぎになり、早速盛大な宴会が開かれることになった。長者は海の向こうでの不思議な体験を皆に話した。そして人魚の肉を取り出すと、珍しい肉を土産にもらったんじゃ。何やら不老長寿の妙薬で人魚の肉だそうだ。よかったら皆食べてくれ。と振る舞った。しかし気味の悪いのは誰も同じと見え、箸をつける者は誰一人いなかった。そして戸棚にしまわれると忘れ去られてしまった。長者には16になる娘が一人いた。ある日、戸棚の中に重箱を見つけた娘は、好奇心もあり、白くぶよぶよした肉を恐る恐る一口食べてみた。とどうであろう、その味はこの世のものと思えぬおいしさで、娘は夢中になって一つ残さずきれいに平らげてしまった。翌日の朝、娘が目覚めて家族の前に出ると、家族ははっと息を飲んだ。いつもと変わらぬ娘ではあったが、どことなく生めかしく、真っ白いみずみずしい肌は光を放つように輝き、目は深い海のように透き通って、もともと整った顔立ちの娘ではあったが、そこには例えようのない美しさを漂わせていた。美しい娘の噂はたちまちに広がり、娘を嫁にもらいたいという男が次から次に現れ、後を絶たなかった。娘はそのうちの一人の男に嫁ぎ、幸せに暮らしていたが、しばらくすると不思議な噂が流れ始めた。あそこの夫はどんどん年を取るのに、嫁はいつまでも娘の姿のまま、一つも年を取らんようじゃ。噂は長者の耳にも入った。年を取らないのだから大変めでたいことと映るが、家族にしてみればこの上もなく気味が悪い。一体いつからこのようなことになったのか、家族中でいろいろ詮索してみると、どうやら長者が不思議な島から帰ってきた頃かららしいと分かった。長者家族が娘に事情を尋ねると、娘は戸棚にあった重箱に入った肉を全部食べてしまったことを思い出した。長者はあの肉が人魚の肉で不老長寿の妙薬だったことを話し、娘がいつまでも美しく年を取らない原因が分かった。が人魚の肉を食べてしまった以上、諦めるより仕方なかった。
不老長寿の身となった娘は本当に年を取らず病にもかからなかった。両親を看取り、夫を看取り、子供を看取ってもまだ16のみずみずしい娘の姿のままだった。ただ過ぎ去る時の中で愛しい人々は老いて先立っていった。娘は悟りきった静かな心でただ周囲の出来事を見つめていた。見れば見るほど人の世は儚く、その営みの虚しさに心は寂しくなるばかりだった。そして120歳になったとき、娘は剃髪してビクニとなり、120年眺めてきた故郷を捨て、諸国行脚の旅に出た。はじめは見るもの聞くもの珍しいものばかりだったが、すぐに時は過ぎ去っていった。そして長く世の中を見続けたビクには、ある土地では美しい娘として、ある土地では時の語り部として、ある土地では神仏の神託者として、あまたの伝説を残した。永遠とも思える時を見続けたビクニの心は、その体とは裏腹に傷つき、すり減り、無に等しくなっていた。ビクニは再び懐かしい故郷、若さの国へ帰った。すでに800年の人生を味わっていた。そしてオバマの空院寺にある洞窟に赴き、入り口に椿の木を指すと、この椿の花が枯れぬうちは、私は死にません。と言い残して入場した。この洞窟はその後、度重なる崩落により荒れ果ててしまったが、今も毎年美しい椿の花を咲かせている。人々は800年生きたこの娘をヤオビクニや800ビクニと呼び、また透き通るような白い肌から白ビクニとも呼ばれた。各地に残った伝承は、命の儚さと短くとも天寿を全うすることの幸せを人々に伝えている。